どうもワクワク8メンバーのさとぴーです。今回は僕のコーナーです。どうぞよろしくお願いします。まずは、さとぴーの自己紹介をしたいと思います。名前はさとぴー、年齢は33歳、趣味はランタン集め、アウトドア、釣り、車、外遊び全般です。今回はランタンについて、説明したいと思います。お伝えしたいことはたくさんあるんですけど、今日は簡単に説明させてもらいます。じゃあまずですね、こちらのランタン、僕の趣味のコールマンのランタンで、200A っていうランタンになります。多分コールマンでは一番有名で一番人気な形と色のランタンだと思います。各部品の名前について説明します。まず持ち手、これがハンドル、レールハンドルと言います。これ自体は簡単に取り外すことが可能です。次にボールナット、これはネジみたいにほどくことができます。これを外します。これがボールナット。ボールナットを外すと今度これ帽子の部分がありますが、これがベンチレーターと言います。これがベンチレーター。次はガラスグローブ、またの名をホヤと言います。続いてこれが燃料バルブ、これを緩めたり締めたりすることでランタンをつけたり消したりすることができます。これが燃料キャップ、ここからガソリン、普通のガソリンではなくホワイトガソリンを入れることによって燃料を補充することができます。こちらがポンプカップ、燃料を入れた後、このポンプカップで加圧、圧力を加えることによってランタンのここからガソリンを噴射することでランタンが点火するという仕組みになっています。で、後ろ側になるんですけど、こちらがクリーニングディップルという部品でクリーニングレバーになります。これを上下に回すことによってこの中の筒の掃除をしてあげることができます。簡単ですが各部品の名称を説明しました。次に、必要なものを紹介します。まずガソリンを入れるための蒸庫になります。点火するためのライターになります。で、こちらがマントルという部品で、このマントルをここに装着してあげることによってこれが発光してランタンの明かりの役目を果たします。で、ガソリンですが普通の車のガソリンではなくホワイトガソリンっていうのがこのコールマンのランタンの燃料になります。それから一番大事なことなんですけど、このランタンは実は1968年のランタンです。今から40年以上前のランタンなので万が一っていうことがあるかもしれないので、必ず消火器
などの防火対策を行って使用することをお勧めします。では実際にランタンをつけてみたいと思います。先ほど説明したマントル、こちらになります。中が袋状になっているので、この紐を掴んで逆さまがすごくやりにくい結んであげます。で、必要がない長さのところをカットして使います。はい、OK です。で、結び終わったら次はガソリンを入れたいと思います。キャップを開けて錠を差し込みます。一つ注意点なんですが、絶対に満タンに入れてはダメです。加圧することによってガソリンを噴射するので、空気が中に少し残っていないと加圧することができません。だいたい7割から8割ぐらい入れるようにしてください。ガソリンはこれで終了です。次にマントルを空焼きしてあげます。このままライターでマントルを燃やします。全体が白くなればそれが完了のサインです。はい、白くなりましたね。では続いてこちらポンプカップっていうんですけど、ポンププランジャーの先端を緩めてあげます。この穴を親指で押さえながらポンピングしてあげることによって圧力を上げていきます。だいたい50回から100回ぐらいポンピングすることで中の燃料に圧力がかかります。これで中に圧力がかかりました。この状態でバルブをひねることによって空気とガソリンが出てきます。聞こえるかな、音が。今少し音が変わったんですけど、この音がブシュブシュと湿ったような音になった状態がガソリンがここまで来てるっていう状態なので、その音が聞こえたら点火するんですけど、ちょっと風がきついので先にガラスをかぶせます。で、本当はガラスがない状態でつけなくてはいけないんですけど、ちょっと今回風が強いのでガラスをつけたまま点火してみたいと思います。バルブをひねります。
したらバルブを開いてクリーニングレバーを少し回してあげます。風が強すぎて風が強すぎるんですよ。ではガラスをかぶせた状態でバルブを少し緩めてあげます。でバルブを緩めた後、今度クリーニングレバーをくるくる回して掃除してあげます。掃除が終わったら今度追加ポンピング、今ので少し中の圧力が下がっているはずなので、少し追加でポンピングしてあげることで圧力を上げてあげます。ここまで来たらあとはベンチレーター戻します。ボールナットも戻します。ハンドルも戻してあげます。これでランタンは完成です。ただ注意しなくてはいけないのは、この状態はもう熱くなっているので絶対に触らないでください。また点火している最中にキャップを緩めたりすると中の圧力がかかっているのでガソリンが噴き出してきます。ガソリンが噴き出すと当たり前ですけど燃え移って大炎上しちゃうので、それだけは気をつけてください。ランタンを使用していて途中で暗くなってきた時などはポンピングを追加ですることによって中の圧力を上げてもう少しガソリンを噴射するようにしてあげなくてはなりません。そのためにポンプカップが今クローズ、こっち側に回すとクローズ閉まっている状態なので、これを緩めてあげます。緩めてあげた状態でポンピングを行うと中に空気が入る仕組みです。ただこの状態でどんだけ動かしても空気は入りません。この真ん中の穴、これを指で押さえながら入れないと空気は入らなくなっています。で空気を入れ終わったら必ず閉めてください。この状態でポンピングしても空気も入りませんし、ただ中に入ろうとした空気がこの穴から逃げるだけです。はい、今日は僕の大好きな 200A についてご紹介させてもらいました。このランタンっていうのは1950年から1980年代まで30年間にわたっていろんなモデルが作られたランタンです。その違いっていうのもまた面白いんで、それもまた紹介できたらなと思っています。それでは達郎へお返しします。